ズだよ。みなです。今回は皆さんお待ちかね、イラスト解説動画です。待ってました。前回のイラスト解説動画ではキュルキュルな瞳の塗り方を解説したけど、ありがたいことにたくさんの反響をいただいて、なんと25万回再生を突破してました。皆さん本当にありがとうございます。目の塗り方も気になるって人は良ければこちらも見てね。そこで髪の塗り方を解説してほしいってリクエストをたくさんいただいたので、今回は満を持して、ウルプやな髪の塗り方を解説していきます。ウルプや、キュルキュルお目目に合いそう。意外と簡単だから、ぜひ合わせて塗ってみてね。それじゃあ、早速解説に移ろう。肌と目はすでに塗ってあるから、ここから塗り始めていくね。お願いします。使用ソフトはアイビスペイント X で、キャンバスサイズは 1640×2360。使用するブラシはフェードペン、エアブラシ、ラメペン、キラペンです。私は今回フェードペンを使うけど、硬すぎないブラシであればどのブラシでも大丈夫だと思うから、おのおの塗りやすいペンを使ってね。了解。それじゃあ早速フェードペンを使って、髪全体のざっくりとした影を塗っていきます。いわゆる1影ってやつだね。新規レイヤーを作成して、塗りやすいようにクリッピングします。私は通常レイヤーで塗るけど、特にレイヤーモードにしてはないよ。じゃあ定山レイヤーとかでもいいんだね。おのおの塗りやすいレイヤーで塗ってね。1影の色を選択したら、髪全体の大体中心部分を塗っていきます。頭が大体この丸ぐらいだから、中心部分は大体このくらいかな。そんな感じ。それと塗る時のイメージなんだけど、上の方にこんな感じのモコモコを作るイメージで塗ってます。ちなみになんでモコモコなの？立体感を持たせるためかな。丸く影をつける方法もあるんだけど、モコモコにした方が立体感が増す気がしてるから、私はこう描いてるね。なるほど。じゃあこの辺は好みでいいかもね。そうだね。描いてる絵の雰囲気とか絵柄で変えるのでいいと思う。こんな感じで中心部分が塗れたら、他の1影部分も塗っていくよ。他の1影はどんなイメージで塗ればいいの？これといって特別なことはないけど、強いて言うなら頭の球体を意識すると影をつけやすいかも。それとすっかり言い忘れてたけど光源は上ら辺を想定してるよ。これはどの部分もそうだけど、しっかり光源を意識して塗っていかないとね。光源意識は色塗りの基本だもんね。一通り塗り終わりました。最後にハイライトを描いたらこのフェーズは終わりです。意外にもこの時点でハイライトに手をつけるんだね。全然最後に一気に描いてもいいんだけど、同じレイヤーでハイライトを作れるから、私はこの時点で一部を描いちゃうよ。なるほど。それじゃあ、消しゴムのフェードペンを選択してね。消しゴム。ってことは影の色を消して描くってことかな？そういうこと。ハイライトは前髪の部分にこんな感じで入れるんですけど、ここでは下部分のみ描いていきます。上部分はもう少し後に描くよ。曲線を思い浮かべながら、角丸四角を並べていきます。こんな感じのものだね。それ。端になるにつれて大きさを小さくしていくのがポイントだよ。描けたら、次は形を調整するよ。1影に使った色を選択し直して、四角をちょっと削って形を崩していきます。これって最終的にどんな形にすればいいの？そう言われると何か決まった形があるというよりは、好みの問題かも。自信がいいなって思う形になるまでひたすら成形していく感じで、なんなら角丸四角のままが好みならそれでも全然いいくらいなんだけど、私はこの形をいびつにしたものを意識して塗ってるかな。この形のハイライト見たことある。ハイライトの形って意外と種類いっぱいあるから、みんなも自分の好きな形を模索してみてね。オッケー。形の調整が終わったら、1影部分は終わりです。ここからはさらに濃い影を入れていくよ。2影のことだね。新規レイヤーを作成してクリッピングします。これも通常レイヤーで塗るけど、1影と同様に13レイヤーでも大丈夫です。ブラシもフェードペンで塗っていくけど、もっと硬めのペンでもいいと思います。ここら辺は基本1影と同じ感じだね。そうだね。そうしたらあとはひたすら影を塗っていく感じかな。ちなみに影を塗るときに意識してることって何かあったりする？そうだね。思ってるより暗い色を選択するってことと、線画の補強をするイメージで、あまり太く描きすぎないようにってところを意識してるかな。そうすることでメリハリがついて立体感が増すんだよね。なるほど。1影のモコモコもそうだったけど、結構立体感を意識してる感じなんだね。そうね。私はイラストのテーマごとに合わせて描き方を変えたりしてるけど、基本的には立体感を意識して描いてるかな。イラストってちょっとの差で見え方が全然違ってくるから、こういう意識を持って描くのって結構重要なことかも。イラストの面白
白い部分でもあるよね。そうだね。それじゃあしばらくは見影を塗る作業を続けていくよ。こんな感じで塗れました。お、ぽくなってきた。これで見影は終わりです。ここからは紙の凹凸感を足すために、入り影と見影の間の色を使ってさらに影を追加していくよ。中間の影も塗るんだね。中間影をつけると髪の毛束感がわかりやすくなって、サラサラ感が増すんだよね。どうなるか楽しみ。そしたら早速新規レイヤーを策定して、レイヤーモードを定山にします。ブラシはフェードペンのままで、1影に使った色を選択して塗っていくよ。こっちは定山レイヤー使うんだね。この影は後で薄くしちゃうから、あんまり考えすぎずに1影の色と定山レイヤーを使うよ。なるほど。これも各々が塗りやすいものを使って大丈夫そうだね。もちろん、あとこの影を塗る時のポイントとかって何かある？そうだね。毛束感を意識してギザギザを気持ち細かく描くとかかな。サラサラになれって思いながら描いてる。なるほど。毛束が細かく描かれてるとサラサラ感が増しそうだよね。そうそう。書き込み量も多く見えるから、そういう印象を持たせたい場合にも有効だと思う。確かに。それじゃあまたしばらくは影を塗る作業を続けていくよ。
な感じで塗り終わりました。結構塗ったね。あとは最後に影の濃さを調整してこのフェーズは終わりだよ。私は今回不透明度 50% にしました。結構色薄くしてるけど、あるのとないのとじゃ印象だいぶ違うね。とっても綺麗。でしょう。濃さはお好みで大丈夫なので、自分の好きな色にしてみてね。そしたら一旦ここで髪の毛を肌になじませるよ。透明感を出すやつだね。新規レイヤーを作成。レイヤーモードはスクリーンにして、肌の色を選択。ペンをエアブラシに変更します。ここで今回初のエアブラシ。個人的にエアブラシの種類は大計 60% がおすすめだよ。ブラシサイズを大きくして、顔周りの髪にふんわりと色をのせていきます。ポンポンってやると塗りやすいよ。終わったらこんな感じ。いいね。次はまたブラシをフェードペンに戻して、ハイライトをちょっとだけ描き足します。最初の方に言ってたやつかな？いや、今から塗るのは縁のあたりにのせるやつだね。こんな感じで光源を意識してちょっとだけハイライトを追加していきます。最初に言ってたやつはこの次に描くよ。かけたので次に行きます。新規レイヤーを作成。レイヤーモードは普通のままにします。そうしたら薄い水色を選択して、上部分にハイライトを入れていくよ。下部分と同様に、曲線を思い浮かべながら描いていきます。ちょっと気になったんだけど、なんでこっちは水色にしてるの？それは色の幅を増やすためかな。この絵は明るい印象を持たせたいからね。色数を増やしてカラフルに見せたいってことね。なるほど。じゃあ絵によっては水色以外も使ったりするの？そうだね。私は水色以外だと薄い黄色とか白色をよく使ってるよ。よかったらみんなも好きな色を模索してみてね。あと下部分のハイライトは角丸四角を並べてたけど、こっちは同じように塗らないの？なんか癖で一旦塗りつぶしちゃった。結果的には同じような形にするから、下部分と同じように塗ってもらって大丈夫です。これは完全に無意識だったのね。紛らわしくてごめんね。もちろん今やってるような感じで、塗りつぶしてから削って整える方がやりやすいならこっちでもいいし、やりやすい方法で塗ってね。了解。形を整え終わったら、フィルター機能を使って強調させます。フィルターをタップしたら下に一覧が出てくるので、スタイルにある縁取り外側を選択します。そうしたら中間影に使用した色か、可能であればハイライトに使用した色の補色を選択して、お好みで幅を調整します。キャンバスサイズにもよるけど、私は今回をピクセルにしたよ。次に今使った色で他の影やハイライトも強調させていきます。レイヤーモード普通で新規レイヤーを作成したら、フェードペンで日陰とハイライトの縁あたりにやんわりと色をのせていくよ。そういえばさ、補色ってどんな色のことなんだっけ？カラーサークルあるじゃん。これのことだね。そうそう。このカラーサークルで正反対に位置する色の組み合わせが補色の関係となるよ。ピンクと緑、青とオレンジ、1紺などが補色の一例だね。なるほど。だからオレンジ色を選択したんだね。今回は補色がたまたま馴染む色だったから選んだけど、馴染まない場合も多いと思うから、その場合は中間影の色にするのが無難かな。確かにある程度のまとまりも大切だもんね。でも正解はないと思うから、絵柄やイラストの雰囲気を鑑みて決めてほしいな。さて、ちょうど塗り終わったから次に移るよ。ここまで塗ってみてハイライトが足りないなぁと感じたら、ハイライトを追加で描いていきます。今回はツインテ部分に書き足していくよ。そっか。髪の毛が長いキャラとかだと物足りなさがあるかもしれないよね。そうそう。ちなみにここ新規レイヤー作成して書いちゃってるんですけど、ついさっき書いたハイライトと同じレイヤーでも全然大丈夫です。書けたー。すごい、もうかなりウルプヤに見える。やっと完成見えてきたよね。今度はラメペンとキラペンを使ってウルプヤ感をさらに強化していくよ。楽しいところだね。まずはラメペン。いくつか種類あるけど、どれでも好
なやつで大丈夫です。次に新規レイヤーを作成したら、レイヤーモードを加算発行にして書いていくんですけど、ちょっと見づらいので拡大するね。こんな感じで、ポンポンと光沢を追加していきます。うわめっちゃ細かいね。これだけだとパッと見の印象はそこまで大差ないんだけど、イラストをじっくり見た時にツヤ感を演出してくれるよ。終わったらブラシをキラペンに変更します。これもいくつか種類があるけど、個人的にはキラ1がおすすめ。ラメペンで塗ったところに、いくつかいろんなサイズのキラキラを乗せていくよ。こんな感じになったよ。おお、キラキラしてツヤ感がパワーアップしたね。次で最後です。気になるところを加筆修正していくよ。ついにラストスパートだね。渦レイヤーを追加、フェードペンを選択して、厚塗りをする感じで加筆していきます。一影のモコモコはそのままの時も全然あるんだけど、今回の絵はお顔が大きく映るから、緻密に見えるようにこんな感じで細い線を描き足すよ。細い線を描き足すだけでお手軽そう。この方法いいね。書き込み量増やしたい人はよかったら試してみてね。選択して、影部分とか、物足りない箇所にちょっとだけ色をのせていくよ。こうすることで影の色に深みをプラスしていきます。こんな感じでウルフや髪が完成しました。パチパチパチー。キラキラツヤツヤで、思わず見惚れちゃうね。この動画が皆さんのお絵描きの参考になれば嬉しいです。それじゃあ、今回の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとう。よければ他の動画も見ていってね。高評価とチャンネル登録ボタンをポチッとしていた